読書は推し活。南は王女ベロニカだった男の子です。電撃デイジーなどで知られる本見久介先生お得意のヘタレ男子がヒーロー役で、みかんの無効化の力は後に夏目を救うことになるのです。そのいるはずのない13番目の猫の存在がフルーツバスケットの重要なキーになっていくのです。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回ご紹介するのは、現代ファンタジー漫画4000、異世界ファンタジー漫画が超絶流行っている昨今、ちょっと趣向を変えて、現代を舞台にしたファンタジー漫画を紹介していきます。一作目は僕らの奇跡。漫画家は久米田夏夫先生です。出版社は一時社で、最新32巻は2025年5月30日に発売予定です。アニメ化はされていないものの、累計発行部数が250万部を突破している人気作です。あらすじです。本作は前世の記憶を持つ高校生たちの物語です。主人公の南は生まれた時から前世の記憶を持っていました。前世は中世ヨーロッパのような魔法のある世界。南は王女ベロニカだった男の子です。小学生の頃、俺は前世が王族だったと真面目に話して、クラスメイトからあいつやばいやつと言われた過去があり、以来前世のことは誰にも話さずに過ごしています。高校生になった南は忘れたくない前世の記憶を前世で使っていた文字でノートに書き留めていました。ある日、このノートがクラスメイトの目に留まったことで物語は動き出します。誰にも読めないはずのノートを見たクラスメイトたちが次々と前世の記憶を取り戻していくというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は犯人探しのようなミステリー要素です。南のノートをきっかけに次々と前世の記憶を取り戻すクラスメイトたちなんやけど、クラスメイト全員が前世関係者っていうわけではないよね。ここがまたややこしいところなんやけど、4種類の人が1つのクラスに混在していて、1、前世関係者か、2、前世に全く関係ない人か、3、まだ記憶を取り戻していない人か、4、記憶を取り戻しているけど嘘をついている人か。登場人物の関係性が複雑に絡み合っていて、まるで犯人探しをするミステリーのような展開に引き込まれること間違いなしです。2つ目のおすすめポイントは、前世と現世の価値観の衝突です。前世の最後の時、王女、ベロニカ、南の城には、ベロニカの国、ゼストリアの人間と隣国、モースビーグの人間、そして第三勢力である教会の神官たちがいました。しかし、ゼストリアとモースビーグの間で騒乱が起き、多くの人が命を落としてしまいます。生まれた時から記憶があった主人公、南に対し、突然前世の記憶を取り戻したクラスメイトたち。前世の戦時中の感覚が蘇って、クラスメイトを攻撃したりするんやけど、ふとした瞬間に、あれ、敵国の人間に見えたけど、お前、俺のクラスメイトじゃん、という感じで、現世の高校生としての感覚が戻ってきたりします。前世の王族、騎士、神官、使用人としての価値観と、現世の高校生としての価値観の間で揺れ動く登場人物たちの心理描写が見事に表現されています。その価値観は恋愛にも影響していて、前世では思い人同士だったのに、現世では違う人を好きになったりなど、少女漫画要素も楽しみたいという方にもおすすめできる作品です。最後3つ目のおすすめポイントは、前世の最後に起きた騒乱の真相です。南の国ゼストリアと隣国モースビーグなんやけど、実はこの2国は同盟を組んでいたんよね。南の前世、王女ベロニカはモースビーグの王子と結婚することになっていて、その王子もベロニカの城に滞在していました。自国の王子がいるにもかかわらず攻撃をしてきたモースビーグ、彼らの目的は一体何だったのか。なぜベロニカたちは命を落とさなければならなかったのか。現世の高校生としての生活を守るために、前世の最後の時の真相に迫っていく南。前世と現世の記憶に翻弄されながらも真実を追い求める姿に心打たれるミステリー要素満載の現代ファンタジー作品です。2作目は99スイーパークイーンズクオリティ。漫画家は本見久介先生で、出版社は小学館です。99スイーパーは全3巻で完結していますが、続編のクイーンズクオリティに直接つながっています。主人公が変わるわけではなく、99スイーパー3巻の続きがクイーンズクオリティ1巻となっています。タイトルが変わった理由は作者も説明できないそうで、何かしらの大人の事情があったやをね。もし読むなら99スイーパーから読まないとお話が途中からで分かりづらいのでご注意を。続編のクイーンズクオリティは先日完結し、最終25巻は2025年5月26日に発売予定です。あらすじです。本作は心の汚れを掃除するというテーマの少女漫画です。主人公のフミは天涯孤独の転校生。保護者だった親戚が世に出して住む場所を失い、転校先の学校の旧校舎で寝泊まりしていました。そんなある日、その旧校舎に掃除をしに来た九太郎と出会います。九太郎の家は代々心の汚れを掃除するお掃除屋さん。フミは人の心の中と心の中を行き来できる狭間の空間に迷い込み、心の闇に救う虫に襲われそうになったところ、九太郎に助けられます。とはいえ、最終的に虫を倒したのはフミ自身。本作はちゃんとヒロインも戦う作品なんよね。気を失ったフミが目を覚ますと、九太郎の家族である理事長から掃除屋の素質があると告げられます。フミの特殊な能力は普通の人は入れない狭間の空間に入れること、狭間の扉が見えること、そして何より虫に触れても心の闇に蝕まれない強靭な精神の持ち主であることです。住み込みのバイトを探していたフミは、九太郎の家で家政婦兼掃除屋の見習いとして暮らしていくことになります。おすすめポイントは3点。1つ目は切ないラブストーリー展開です。
旧旧スイーパーへは特に、文と九太郎のすれ違いが切なく描かれています。文は徐々に九太郎に惹かれていくものの、彼にはずっと前から思い人がいました。昔、狭間の扉の向こうに消えてしまったフィーちゃんという少女の彼をずっと追い続けていたよね。続編のクイーンズクオリティへは、このすれ違いも解消していくんやけど、二人の関係がどう発展していくのか目が離せません。二つ目のおすすめポイントは、本格的なファンタジーの世界観です。掃除屋は組織だっていて、九太郎の家の剣舞をはじめ、清流、朱雀、白虎と始終を司る家が存在します。そして、掃除屋と敵対する虫使いも登場。敵となる虫もデフォルメされておらず、リアルなムカデのような姿でゾワッとする本格的な描写になっています。掃除屋と虫使いの因縁や、白虎門の大病という事件、文の謎めいた過去など、物語は次第に深みを増していきます。最後3つ目のおすすめポイントは、ヒロインの成長と選択です。旧旧スイーパーの終盤で、文が大病を鎮める白の女王にも、大病を巻き起こす黒の女王にもなれる特別な存在であることが明かされます。文は一体どちらの女王になるのか、その選択と九太郎との関係を含め、展開から目が離せません。電力デイジーなどで知られる本見久介先生お得意のヘタレ男子がヒーロー役で、いい意味で少女漫画らしくなく、ドラマや映画を見ているような感覚になる本作。ファンタジー要素満載ながらもリアリティのある世界観と、強さと弱さを併せ持つキャラクターたちの魅力にはまること間違いなしです。この動画を作っている時点では、私はまだ最終巻を読めていないよね。どのような結末を迎えるのか楽しみです。皆さんもぜひ、完結ほやほやの本作を一気読みしてみてください。3作目は、学園アリス。漫画家は樋口立花先生です。出版社は白泉社で、31巻で完結済みです。以前、魔女漫画4000の動画で同じ樋口立花先生のシャンピニオンの魔女を紹介しているため、未視聴の方はぜひ魔女漫画の動画もご覧ください。原作の1巻から5巻までは、U-NEXT や Amazon プライムビデオでアニメも配信されているため、アニメから入るのもいいと思います。ただし、アニメは物語の序盤のギャグ要素が強い部分だけ、学園アリスの真の魅力はその先にあるので、ぜひ原作漫画の全巻を読んでいただきたいですね。あらすじです。本作はアリスという特殊能力を持つ子供たちが通う閉鎖的な学園が舞台のファンタジー作品です。主人公のみかんは関西弁を話す元気いっぱいの小学5年生。小学生が主人公かをスキップしようとしたそこのあなた。侮るなかれ。最初はギャグ要素が強いものの物語が進むにつれ奥深く泣ける作品になっていきます。大人でも十二分に楽しめる内容なんよね。ある日、みかんの大親友、ホタルがアリス学園に転校してしまうところから物語は始まります。ホタルがいなくなって落ち込んでいたみかん。ホタルが行った学園は、一度入ったら大人になるまで敷地から出ることができないという噂を聞き、京都の家を出て東京の学園に向かいます。通常なら立ち入ることもできない学園なのに、みかんが簡単に入れたのには理由がありました。実はみかんもアリス無効化という特殊能力の持ち主だったのです。フェロモン、発明、炎、浮遊術、独身術、千里眼など、多種多様なアリスを持った生徒や先生たちが継ぐ学園で、みかんの日常が始まります。アリスを持つ人は国の貴重な財産とされ、親にも面会できなかったり、学園の敷地から出られなかったりと様々な制約の中で暮らしています。みかんは入学早々、初等部の起点人物とされる夏目という男子に目をつけられて、無理難題を押し付けられるんだけど、彼女が持つアリス無効化、持ち力と持ち前の明るさ、根性で乗り切っていきます。そして、みかんの無効化の力は後に夏目を救うことになるのです。おすすめポイントは3点。1つ目はギャグから始まり深みを増す絶妙なストーリー展開です。最初はコメディ要素が強く笑いが絶えない学園アリスですが、徐々に学園の闇や登場人物たちの過去が明らかになり、感動的なストーリーへと変化していきます。閉鎖的な組織にはその閉じられた分だけ闇が広がっていて、みかんはその闇に触れていくことになるんよね。物語が進むにつれて感情移入度が高まり、気づいたら涙が止まらない場面もあります。2つ目のおすすめポイントは魅力的な学園設定です。学年ごとの授業だけでなく能力別のクラス、中等部、高等部の先輩たちとの交流、アリスをふんだんに使った学園祭など、こんな学園に通いたいと思わせる要素が満載です。学園内に街があったりして、そこで買い物するシーンも読んでいて楽しいんですよね。まるでハリー・ポッターのダイヤゴ横丁のような魅力的な世界観が広がっています。最後3つ目のおすすめポイントは多彩な人間関係の描写です。井口先生が作り上げるユーモアの世界観の上に仲間との友情、三角関係も含んだ恋愛、家族との愛情など全ての要素が見事に盛り込まれています。キャラクターたちの成長や変化、互いに支え合う姿に何度も胸を打たれること間違いなしです。高校生に成長したみかんたちは、カデキの国のアリスという作品にも少しだけ脇役として登場しています。学園アリスお読み終えた方は、ぜひそちらもチェックしてみてください。井口立花先生が描く、笑いあり、涙あり、ドキドキあり、ハラハラありの青春学園ファンタジー作品、何度も読み返したくなる名作です。4作目は、フルーツバスケット。漫画家は高谷夏樹先生です。出版社は白泉社で、全23巻、愛蔵版の場合は全12巻で完結済みです。2007年に最も売れている少女漫画としてギネスブックにも認定された超人気作品。今更ご紹介する必要はないかもしれませんが、若い方や未読の方もいると思うので、改めてご紹介します。漫画好きなら読んで損はない名作です。フルーツバスケットは2001年と2019年の2回、アニメ化されています。
視聴するなら断然2019年版がおすすめ。なぜなら2001年版は原作の途中で終わっていますが、2019年版は原作漫画の最後まで完全アニメ化。しかも原作者の高谷夏樹先生が総監修として関わっているので間違いありません。2019年版は、ファーストシーズン、セカンドシーズン、ザ・ファイナルの3部に分かれていて、さらに劇場版、プレリュードへは、主人公の両親の前日談と後日談も描かれています。また、本編とは別に、その数十年後を描いた、フルーツバスケット、アナザーという作品も出版されていますので、本編を読んだ方はぜひこちらもチェックしてみてください。あらすじです。本作は、十二支の呪いを持つ一族と彼らと出会った少女の物語です。主人公のトールは、唯一の肉親だった母親を事故で亡くし、一人山でテント暮らしをする女子高生。そのテントを張った場所が同級生の相馬行きの一族が所有している土地だったことから物語は始まります。不運にも土砂崩れでテントを失ったトールはユキが暮らす親戚、しぐれの家に居候することになります。一見、同居から始まる高校生の恋愛物語に見えますが、居候初日に相馬一族の秘密が明かされ、本作が現代ファンタジーであることがわかります。その秘密とは、一族以外の異性に触れると動物の姿に変身してしまうこと。ユキはネズミに、ちぐれは犬に変身します。相馬家の人間は、十二支の呪いを持ったもののけつきだったよね。そして、ユキに毎度喧嘩をふっかける Q という少年は猫に変身します。あれ、十二支に猫はいないよね、と思った方、その通り。このいるはずのない13番目のと猫の存在がフルーツバスケットの重要なキーになっていくのです。おすすめポイントは3点。1つ目はキャラクターの成長描写です。主人公のトールは敬語を話す、とても性格の良い女の子。天涯孤独となった彼女は最初、笑顔の壁があって自分の本音を言えない状態でした。学校の知り合いとはいえ、いきなり他人の家にお世話になるのですから当然かもしれません。しかし徐々に相馬家の人々との絆が深まり、本音が話せる家族のような関係になっていく様子が読者の心を打ちます。トールだけでなく、十二支の呪いを受けた相馬家の面々も、それぞれの傷を抱えながら少しずつ成長していく姿が感動的に描かれています。2つ目のおすすめポイントは絶妙なバランス感覚です。変身する動物の姿はコミカルで面白いのに対し、登場人物たちはそれぞれに深い闇や悩みを抱えています。笑いあり、涙あり、時にはハラハラする展開もあり、また恋愛模様だけでなく、家族の絆や友情など様々な人間関係が丁寧に描かれています。そのバランス感覚が絶妙で、何度読んでも飽きないのが本作の魅力です。最後3つ目のおすすめポイントはリアルな人間描写です。絵のタッチは少女漫画ですが、登場人物全員がどこか歪みを持っています。それが逆に、人間が描かれているなぁと深く共感できる要素になっています。誰にでも弱さや傷があって、それでも前を向いて生きていく姿に勇気をもらえる作品です。表面的な恋愛漫画ではなく、人間の内面や成長を描いた作品だからこそ、男性にも女性にも、また年齢問わずおすすめできるのです。少女漫画の金字塔的作品、フルーツバスケット。もしまだ読んだことがない方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会にご一読ください。以上、現代ファンタジー漫画4選でした。気になった作品はありましたか？皆さんのおすすめ漫画もぜひ教えてください。概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があれば読んでみてくださいね。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。